はあ？使えないバイトは掃除でもしてろって言っただろう。フレンチと和のテイストを融合した高級レストラン、ラ・サクラの厨房に、店長の怒声が響き渡った。磨き上げたフローリングの上にしゃがみ込み、俺はモップを片手に苦笑いを浮かべる。すみません、店長。今すぐに片付けます。数日前から雑用担当として雇われた俺は、いわば見習い以下の扱い。料理の腕を振るうどころか、皿洗いと床掃除が主な仕事で、ホールに立つ許可すらろくに与えられない。そんなある日、夜の帳が降り、ディナー営業の仕込みで慌ただしい厨房の隅、俺はゴミ袋を抱えたまま裏口へ向かった。外の冷たい風を浴びて少しだけほっと息をついたその時。遅いぞ。さっさと戻らないと給料減らすぞ。またしても店長の声だ。はぁとため息が漏れそうになる。この人はいつもこうだ。そう思いながら振り返ったその瞬間だった。視線の先に一人の女性が立っているのが見えた。しとやかに後ろでまとめた長い黒髪。上質なワンピースをまとった姿。俺と目が合うと、彼女はすっと驚いたように息を飲む。嘘。あなた、もしかして。俺は、その女性が誰なのかわからず、思わず言葉に詰まった。すると、背後から店長が焦った様子で割り込んでくる。オーナー、どうしてこんな裏口に？失礼しました。すぐにご案内します。彼女、白川玲子、ラ・サクラの若きオーナーであり、老舗から海外の事業まで立て直してきた凄腕経営者。普段は滅多に店に顔を見せないと聞いていたのに、玲子オーナーは店長の制止を振り切るように、俺へと一歩近づいて声を潜めた。信じられない。あなたがこんなところにいるなんて。え？店長が驚いた顔で俺を見やる。オーナー、どういう？店長はイライラを隠しきれない様子で詰め寄るが、玲子オーナーは鋭く振り返り、はっきりと口を開く。店長、あなた、この方が、ただのバイトだなんて言ったの？はい、そうですか？知らなかったの？彼はね。は？しんと静まり返る裏口。こうして、雑用係として地味に過ごすはずだった日々が、思わぬ形で大きく動き始めた。誰もが知らなかった俺の正体が、一瞬にして明るみに出た今。やがて、このレストランの運命をも変えていくことになる。どこか重厚なオルゴールの旋律が流れる、フレンチレストラン、ラ・サクラ。店内には、クリスタルのシャンデリアが下がり、壁には淡い桜色をあしらったステンドグラスがはめ込まれている。クラシカルな雰囲気に和のモチーフを溶け込ませた独特の内装は高級感を漂わせながらもどこか落ち着ける空気を作り出していた。俺、斉谷勝馬がここで働き始めてまだ数日。名刺代わりに手渡されたのは皿洗いと床掃除というバイトの役割だった。斉谷、サボってないか？低く鋭い声が厨房の奥から飛んでくる。現れたのはこの店の統括シェフ兼店長、伊佐和義。長身で筋張った体格をしており、その目には常に苛立ちが宿っている。俺を見つけるや否や、すぐに小馬鹿にしたような表情を浮かべるから、こちらも警戒せざるを得ない。いえ、サボってません。洗い物が多いので、まだ片付いていなくて。はあ？お前何日ここで働いてんだよ。俺の店はな、細やかな気配りができない奴は即戦力にならねえんだ。さっさと皿を洗って床も拭いてこい。それ以外するなよ。わかったか？はい、わかりました。店長は吐き捨てるように言い、俺に背を向ける。その後ろ姿からは、雑用くらいしか期待していないぞというオーラが放たれていて、逆らう余地など全く見当たらない。やれやれ。これが新入りの現実ってわけか。そう苦笑しながら、俺はシンクへ向かい、高く積まれた皿の山に取り掛かった。店名に、桜とつく通り、桜をあしらった淡いピンク色のデザインが入った皿が多い。高級感がある分、洗うのにも気を使うが、ここで雑な扱いをして、また店長に怒鳴られるのは勘弁だ。斉谷さん、よかったらこっち手伝いましょうか。そんな俺の背後から小さく通る声がかかった。振り返ると、同じく見習いシェフとして働いている椿エリカさんの姿がある。
20代そこそこだと思うが、元気いっぱいというよりは、柔らかい雰囲気を漂わせ、俺を含め、スタッフ全員に対していつも親切だ。大丈夫、大丈夫。これくらい自分でやるよ。でも、店長の当たりが強いから心配で、もし困ったらいつでも言ってくださいね。私なんかでよければ、皿洗いも掃除も協力しますから。そう言って微笑むエリカさんに、胸がほっと緩むのを感じる。周りのスタッフは忙しそうに動いていて、誰もこんな新入りに声をかける余裕はないのだろうから、彼女の優しさが俺にとっては唯一の癒しだ。ありがとうエリカさん。とりあえずここは任せておいて。そっちの仕込みで困ったら呼んで。はい、わかりました。彼女はそう元気よく返事をして、早速厨房の奥へと戻っていった。大きな鍋をかき混ぜる姿を見ると、どうやらソースかスープの類を仕込んでいるようだ。俺も料理経験は全くの素人ってわけじゃないが、今は黙って洗い物に集中するしかない。ふと一心不乱に皿洗いをしていると、過去の記憶が頭をよぎる。子供の頃の体験が大きかった。母子家庭で育った俺は、幼い頃から母が朝から晩まで働いている姿を見てきた。疲れて帰ってくる母に何かできることはないかと考え、小さな手で卵焼きを作ったり、あり合わせの野菜を炒めたりした。味は大したことなかったが、母は、おいしいね、ありがとう、と笑顔を向けてくれた。その瞬間、胸の奥がぽっと温かくなったのを覚えている。人の心を動かせる料理ってすごい。そんな単純な思いがきっかけで、俺は料理人になりたいと強く願うようになったんだ。そこから先は、思っていた以上に厳しい道のりだった。将来のことなんてまるで見えないまま、とにかく目の前のチャンスにしがみつくように、ありとあらゆる厨房を除いては弟子入りを志願し、雑用係として鍋磨きや皿洗いの日々を送った。包丁を握らせてもらえるまでの下積みだけでも何年もかかる業界だから、根気がなければすぐに心が折れてしまう。それでも俺は美味しいって言わせたい一心で逃げずに続けた。誰かの美味しいという言葉を聞くたびに、あの頃の母の笑顔が脳裏に蘇ってくる。それがあるからこそ、何度失敗してもまた立ち上がることができる。俺はそうして料理を志す者としての土台を築いてきた。翌日も俺の朝は厨房の掃除から始まった。営業前とはいえ、最高級の食材や調理器具がずらりと並ぶキッチンを見回すだけで背筋が伸びる。まだ自分はそこに関わる立場ではないが、いつかこの舞台で胸を張って働いてみたい。そんな淡い思いをかみしめつつ、モップを握る手に力を込める。床をピカピカに磨いたら、ホールのグラス拭きもやれよ、サイタに。案の定、店長がこちらを横目で見ながら指示を飛ばす。はい、わかりました。俺は素直に返事をして、再び雑用に没頭する。入り口近くのロビーを拭き終えたところで、エリカさんが顔を出し、何か手伝いますかと言ってくれたが、また店長に嫌味を言われるのも目に見えているので、丁寧に断らせてもらった。夕方、ディナー営業の仕込みが最高潮を迎えようとしている頃、厨房はまるで戦場のような熱気に包まれていた。鍋の煮込みが途切れることなく音を立て、フライパンの上で食材が踊る。店長や先輩シェフたちが次々に指示を飛ばし合う中、俺は空いた手でゴミ袋をまとめ、裏口へと足を運んだ。重い扉を開けると、外の空気が一瞬ひんやりと体を包み、慌ただしさにほてった肌を冷やしてくれる。大きなゴミ箱へ袋を放り込み、ふーと息をついたその時だ。ふと気配を感じて視線を上げると、一人の女性がこちらを見つめていた。黒い上品なワンピースをまとい、長い髪を後ろでまとめている。白い肌と凛とした佇まいが夜の闇の中で際立っていた。俺が何者かと問おうとすると、彼女はさっと歩み寄り、小声で言葉を発する。あなた、まさか、あなたってひょっとして、そうよね。わあ、まさかこんなところで会えるなんて。その瞳は、驚きと確信が入り混じったように揺れていた。背後で、厨房からは店長の怒声が聞こえているが、今はそれどころではない。どちら様ですか？言いかけたところで、彼女が目を見開き、大きく息を飲んだのが分かった。その時、おい、サイタに遅いぞ。さっさと戻らんか。だって、オーナー、いらっしゃってたんですね。
なぜこんな裏口に？バタバタと足音を立てて店長がやってきた。俺と女性が並んで立っているのを見て、ぎょっとした様子だ。この店、ラ・サクラの若きオーナーといえば、白川玲子さんだ。俺は以前から、オーナーは滅多に店に姿を見せないと聞いていたし、実際、勤務初日から一度も会ったことはなかった。聞けば、彼女は父親の代から続く複数の老舗店を立て直し、さらに、海外にも進出させてきた実績を持つ、切れ者の経営者らしい。何よりこのラ・サクラを華やかにリニューアルさせ、その独特のフレンチ×和スタイルを確立したのは、彼女のマーケティング戦略あってこそだと、店のスタッフたちは口を揃えて言っていた。そんな白川オーナーが少し興奮気味に尋ねる。店長、彼がなぜこんなところにいるんですか？すると、店長は鼻で笑い、まるで俺を役立たず扱いするように、肩をすくめながら答えた。なんでって、こいつはただのバイトですよ。掃除と皿洗いしか取り柄のない見習いです。今も遅いから呼びに来たんですけど。その言葉を聞いた瞬間、オーナーの顔色がさっと変わる。まるで、何を言ってるの、とでも言わんばかりだ。店長、あなたまさかご存知ないんですか？彼が。オーナーは、ちらりと俺を見てから、声のトーンを落とすように、静かに言葉を続けた。彼こそが、一時期フレンチ界のみならず、あらゆる食ビジネスで大成功を収めた伝説のシェフ、斉谷勝馬さんなのよ。まるで雷に打たれたかのような衝撃が、この狭い裏口に立ち尽くす三人を一瞬で包み込む。店長は、お前がそんな…と呆然とした顔で俺を指さし、オーナーに向き直った。オーナーの声はさらに熱を帯びる。そう、世界中の名だたるレストランをプロデュースし、冷凍食品やデリバリーブランドまで手掛けて、莫大な利益を上げてきた。誰もが天才シェフと崇める存在よ。まさか、そんな大物がうちの裏口でゴミ捨てしてるなんて、嘘だろ。店長は混乱しながら、俺に問いかけた。お前、本当に斉谷勝馬なのか？俺は苦笑混じりにうなずいた。ここまで来たら、嘘をついてもしょうがない。そうですね。隠しててすみません。名前はそのまま、斉谷勝馬です。いろいろ事情があって、ひっそりバイトさせてもらってました。その場が水を打ったように静まり返る。気まずい沈黙を破るように、オーナーが一歩こちらへ近づいた。どうしてこんな形で働いているのか、理由は聞きません。だけど斉谷さん、もしよかったら、ぜひうちのレストランを一緒に盛り上げてほしいんです。あなたの存在は私にとって大きな価値がある。オーナーの言葉はまっすぐな瞳とともに突き刺さってくる。正直、このままバレずに裏方を続けられるなら、それも悪くないと思っていたが、事態はもうそんな段階を通り過ぎているようだ。オーナーは視線を店長に向け、これからは彼をただのバイト扱いしないでください。ちゃんと話をしましょう。ときっぱり告げた。俺はというと、思わぬ形で正体が明るみに出てしまい、胸の内に渦巻く思いを抱えつつも、今はただ静かに状況を受け止めるしかなかった。あれから俺の正体が店全体に知れ渡り、状況は一変した。まさかただのアルバイト扱いだった俺が一夜にしてフレンチ界の伝説のシェフとして脚光を浴びることになるとは、正直予想以上に大騒ぎになってしまった。店長の伊佐さんはもちろん、他のスタッフも最初は戸惑いを隠せないでいたが、それでもオーナーの白川さんがことあるごとに俺の名を持ち上げては、どうかうちを盛り上げてください。と真剣に頭を下げるものだから、厨房全体の空気はすっかり変わってしまったのだ。これまでは料理をしたくても道具すら握れない日々だった。だが、今は白川オーナーが彼の腕を実際に見てみたいの、とどこかウキウキした様子で俺に料理を任せてくる。新メニューの開発はもちろん、既存のフレンチ×和のコースをどう進化させるかも大きなテーマだ。オーナーの構想は壮大で、単にコースの改善にとどまらず、プロモーションや店舗運営の見直し、さらには海外進出の足がかりなど多岐にわたる。斉谷さんなら、あの伝説のプロデュース手腕で一気に突破口を開いてくださるはず。そう言ってはしゃぐオーナーの期待は重圧でもあるが、
俺としては久しぶりに本来の仕事に立ち返れた感覚がある。雑用ばかりだった頃に比べれば、ようやく自分が求めてきた場所に立った気分だ。厨房で包丁を握り、フライパンを振り、食材の産地や質を一から見直す。それに伴って、業者との交渉や価格設定にも踏み込む。もしかすると、再び大きな舞台に挑むことになるかもしれない。そんな予感に胸が高鳴る。しかし、俺が一番気になるのは、同じ見習いシェフとして頑張っていた椿エリカさんの反応だ。俺の正体がバレてからというもの。彼女は最初こそ驚きを隠せない様子だったものの、すぐにいつもの優しい笑顔を向けてくれた。ある日のディナー準備の合間、彼女はバタバタと動く俺の横にそっと近づいてきて、遠慮がちに声をかけてくる。斉谷さんって本当にすごい人だったんですね。テレビとか雑誌で見たことあるような、ないような。今更思い返せば、どこかで名前を聞いた気がして、ずっと気づかなかったから、なんだか変な感じです。そう言いながらも彼女は、以前と同じように、さん付けで呼んでくれる。俺は少しおどけた口調で、そんなに改まると緊張するよ。今まで通りでいいから。と返すと、エリカさんはほっとしたように笑みを浮かべた。ああ、慣れ慣れしくて失礼かと思って。でも、ありがとうございます。私、斉谷さんにはこれまで随分助けてもらいましたから。実は私、ずっと役に立てないって思ってきたんです。まだ見習いだから、大きい仕事は任されないし。かといって雑用してると、手伝う暇があるなら自分の腕を磨けって言われたりして、結局何をしても半端で、誰かみたいにストイックに頑張る根性もないし。誰かって？俺が聞くと、エリカさんは一瞬ためらった後、斉谷さんみたいにです。と、ぼそりと口にする。俺？雑用係のどこがストイックなの？だって、あんなに店長に怒鳴られても、嫌な顔をせずにやることをちゃんとやってるから、私には真似できません。すぐ落ち込んじゃうし、言われたら言われたでモチベーションが下がっちゃうんです。俺は思わず笑ってしまった。自分では、ただ仕方なくやっているつもりだったが、彼女から見れば、どんな状況でも折れずに努力を続けている人だったということか。そりゃ、俺も落ち込む時はあるよ。けど、仕事は誰かがやらなきゃ店が回らないだろ。気分はどうあれ、やるべきことをやっていれば、いずれ少しは結果が出るんじゃないかって、そう思ってるだけだよ。彼女は、結果が出るか、と小さくつぶやいていた。その目には、どこか光るものがあったように思う。自分が今まで中途半端に思っていた雑務やサポート作業も、誰かにとっては必要不可欠なんだ。そんなことを感じ取ってくれたのかもしれない。今までは、私がここまで成長できたのは、斉谷さんと出会えたからだと思うんです。だから、これからもいろいろ教えてもらえますか？俺はその言葉に不思議と胸が熱くなるのを感じた。彼女はただの後輩というだけじゃなく、いつの間にか俺にとって大事な存在になりつつあるのかもしれない。もちろん、俺にできることなら何でも協力するよ。そう言うと、エリカさんはパッと顔を上げ、嬉しいですと頬を染めながら微笑んだ。その姿があまりに眩しく、一瞬、頭が真っ白になってしまいそうになる。ところが、このところ俺は、オーナーの度重なる依頼や、急ぎのメニュー開発、業者との打ち合わせなどに追われ、エリカさんとじっくり話す時間がほとんど取れなくなってしまった。オーナーからは朝一で電話が入り、今度の新企画なんですが、ぜひ斉谷さんの目で監修をお願いしたくて、と、次々にスケジュールを詰め込まれる。店の運営に絡む大事なプロジェクトばかりだから、俺も気軽に断れない。そうしているうちに、俺はキッチンに立つ時間さえ限られる日も増えてきた。エリカさんが一生懸命仕込んだソースや料理を味見したり、アドバイスしたりする機会も減り、彼女が寂しそうにこちらを見つめる瞬間が増えているのを感じる。エリカさん、ごめん。今日も外せない打ち合わせがあるんだ。いえ、気にしないでください。頑張ってきてくださいね。彼女は笑顔で送り出してくれるが、その笑顔の奥にほんの少し陰りを帯びているのは俺の目から見てもわかる。けれど、その気持ちを表に出すこともなく、遠慮がちに身を引いてしまうのは、きっと彼女なりに気を使っているからなのだろう。いざ店長はというと、
ここ最近めっきり出番が減った。店長とは名ばかりで、白川オーナーの方が1枚も2枚も上手な経営手腕を持っているのは周知の事実だ。それに加えて、俺の存在が表に出てきてから、オーナーはますます店長を頼らなくなったらしく、何かにつけて、斉谷さんに相談するわ、と言い放つ。当の店長は、厨房の中心にいたはずの自分が、いきなり脇役に追いやられたような気分なのだろう。悔しそうに唇を噛み、ちっと舌打ちする姿をよく見かける。俺が長年守ってきた店だってのに、ちょっとすごい奴が来ただけで、なんでこうも扱いが違うんだ。そう小声でこぼす店長を見て、スタッフたちも声のかけようがないらしい。実際、店長には店長なりの貢献があるのだろうが、オーナーの興味が今や俺に集中しているのは明らかだ。俺としては別に店長の居場所を奪いたいわけではない。ただ、自分が得意な分野で実力を発揮し、店全体を盛り上げたい。という思いがあるだけだ。その過程で店長が立場を失いかけているのは、正直申し訳ない気もするが、どのみち、オーナーの手綱さばきに俺たちは従うしかない。そうして、刻一刻とプロジェクトが進み、エリカさんは以前よりものびのびと料理を研究するようになった。俺がいない分、周りのスタッフの助言も得て、一歩ずつレベルアップしているのがわかる。ディナータイム終了後のまかないで、エリカさんが出してくれたまかない料理などは、なかなかの完成度で感心するほどだ。あの時、俺がエリカさんのソース作りは繊細でいいねと伝えたら、彼女は耳まで真っ赤にしながら、もっと頑張りますね。と笑っていた。ただ、その明るい笑顔の奥底に、ほんの小さな影が見えるのは、きっと気のせいじゃないだろう。俺の忙しさを気遣いつつも、本当はもっと直接教わりたいことがあるのかもしれない。でも、彼女はそれを口に出さずに、ひたすら自分で努力しているように見える。このままじゃいけない。そう思いながらも、毎日が嵐のように過ぎていく。店の知名度も上がり、全国的なグルメサイトで話題を集め始めると、オーナーの施策はさらにエスカレートしていく。俺は呼び出されるたびに店を飛び出し、広報や業者との交渉に明け暮れ、気づけば深夜に戻ってくるという生活が続いている。厨房で遅い晩飯を済ませた後、ようやくエリカさんと顔を合わせると、いつものように優しい笑みを見せてくれる。のだけど、言葉は少ない。すみません。いろいろ教えるって約束したのに、最近はほとんど一緒にいられなくて。いえ、本当に大丈夫ですから。斉谷さんが忙しいのはお店のためでもあるんですし、それに、私も自分で頑張らないとダメだと思うので。その瞳はまっすぐだ。俺が変に勘ぐって余計なことを言うより、彼女の意志を尊重した方がいいのかもしれない。それからしばらくして、ラ・サクラはオーナー白川玲子の積極的なプロモーション戦略と、俺、斉谷勝馬の新メニュー開発が相まって、驚くほどの速さで評判を高めていった。フレンチ×和という独特の融合が、グルメサイトや SNS で話題を呼び、瞬く間に予約が取りづらい人気店へと躍進していく。もっとも俺自身は、こういうブームを何度も経験してきたせいか、浮かれた気持ちはなかった。とはいえ、新しい挑戦がうまく運んでいるのは素直に嬉しい。メニューの評判だけでなく、店のブランド力そのものも急上昇しているのは明らかだ。成功を祝うように、ある晩、オーナーがちょっとしたお祝いをしましょうと声をかけてきた。スタッフたちはディナー営業を終えて片付けに追われていたが、オーナーが差し入れてくれた高級シャンパンがひときわ目を引く。みんな、ほんの少しだけ息抜きしましょう。乾杯。そう言って、グラスを掲げる白川オーナーの姿はいつになく上機嫌で、スタッフたちも自然と笑みをこぼす。泡がきめ細かく立ち上るシャンパンを一口飲むと、普段の仕事の緊張感が少しだけ解け、ほんのりとした開放感に包まれた。キッチンの一角やホール脇に集まった料理人やホールスタッフたちは、それぞれ小声で店の今後について話している。将来のビジョンを語り合う者。思わぬ注目を浴びて戸惑う者。立場は様々だが、みんなが新しい熱気を感じているのは確かだ。そんな中で、俺はふとエリカさんの姿を探した。そうだ、実は今夜、彼女と少し話をする約束をしていたのだ。
最近プロジェクトや外部打ち合わせが立て込んでいて、まともにコミュニケーションが取れず、お祝いが落ち着いたら、改めて二人でゆっくり話しませんかと提案してあった。エリカさんも、ぜひお願いします。と嬉しそうに返事してくれていた。お祝いムードは一段落し、スタッフが後片付けに戻る頃合いを見計らって、俺はエリカさんに声をかけようとした。ところが、その瞬間、オーナーがスタスタとこちらへ歩み寄ってくる。斉谷くん、今日は本当にお疲れ様。ところで一つお願いがあるんだけど、今からもう一軒行けないかしら。オーナーの艶やかな瞳がまっすぐに俺を見据える。その口調からどこか切迫感が伝わってくる。もう一軒ですか？今日の打ち合わせはすでに終わったと思っていましたが。実は今日、うちの大事なスポンサーが来日してるの。次の店舗展開のメイン出資者になる可能性が高くて、どうしてもあなたを紹介しておきたくて、時間はそんなにかからないと思うし、車もすぐ用意してあるからダメかな。オーナーは申し訳なさそうに言うが、その声にはどうしても外せないという強い意志がこもっている。横目でエリカさんの様子を伺うと、彼女は少し離れた場所でスタッフと談笑していた。俺とオーナーが話しているのに気づき、こちらをちらりと見る。お願い、斉谷くん。オーナーは再び切実な声で言う。仕方ない。店の今後のためだ。俺はそっとため息をついてからオーナーに向けてうなずいた。わかりました。では行きましょう。ただ、あまり長くはかけられませんよ。ありがとう。本当に助かるわ。そう言ってオーナーはほっとした表情を見せた。じゃあ次のスポンサーとの打ち合わせもよろしくお願いね。あなたにしか頼めないの、斉谷くん。そう言って白川さんは俺の背中へ手を回した。軽いハグだが、俺にはこの距離感はあまりにも突然すぎて、体がぎこちなくこわばってしまう。あまりに不意打ちだったので、思わず言葉が詰まる。俺の肩越しに見上げるオーナーは、少しおどけるように目を細めて笑っている。ごめんなさいね。つい癖でやってしまうの。海外の取引が長かったからかもしれないわ。そう言いながら、彼女は軽やかに腕をほどき、すぐに距離を取ってくれた。彼女は距離感が近いことは分かっていたのだが、どうも落ち着かない。車が到着するまでの短い間に、俺はエリカさんに駆け寄り、低い声で声をかける。ごめんエリカさん。せっかくの機会なのに、もう一軒行ってこいって言われちゃった。スポンサーと話すだけだから、なるべく早く戻れると思うんだけど、またの機会でいいかな。彼女は少し驚いた様子だったが、すぐに微笑みを浮かべて、首を横に振る。そんな、いいんですよ。大事なお仕事ですもんね。気にしないでください。俺は、また改めて時間を作るから、と言い残して、オーナーと共に店を出る。いつもならワクワクする、新規投資の話も、今日ばかりは、心から喜べなかった。スポンサーとの会食は想像以上にスムーズに進み、日付が変わる頃に解散となった。オーナーは、ありがとう。今日は助かったわ。と上機嫌だったが、車で送ってもらった俺は途中で降ろしてもらい、一人夜のラ・サクラへと戻った。もしかしたら、彼女がまだいるかも。そんな淡い期待を胸に、俺は夜のラ・サクラの扉をそっと開けた。しかし、店内に足を踏み入れると、ホールの明かりは最低限しか残っておらず、客席のテーブルも椅子もきっちり片付けられている。もちろん、スタッフの姿は見当たらない。厨房の洗い場やカウンター周りもピカピカになっており、営業後の消灯状態で人気のない静寂に包まれていた。そうだよな。いるわけないよな。思わず自重するようにつぶやく。今の時間は深夜を回った頃合い。いくらエリカさんでもこんな時間まで居残るはずがない。頭では分かっているのに期待してしまう自分が情けない。店内の冷たい空気が落ち込み気味の胸にしみる。明日に備えてざっと周りを見回りするだけで帰ろうと足を進めた。その時、不意に空気を裂くようなかすかな物音が聞こえた。ピタリと足を止めると、厨房奥から何かが動く気配を感じる。小さな足音。それとも、棚を開け閉めするような音だろうか。誰かいる？思わず声を潜めて、俺は厨房の方へと向かった。真っ暗ではないものの、照明は最低限しかついていない。物音が近づいてくるほどに、
心臓が高鳴るのを感じた。まさか、空き巣か？それとも、スタッフが何か忘れ物を。意を決して、厨房脇の倉庫へ差し掛かると、半開きの扉から人影が覗く。驚かさないようにそっと近づき、中を覗き込むと、そこにいたのは、見覚えのある細い肩。エリカさん？思わず名を呼ぶと、相手はびくりと体をこわばらせ、こちらを振り返る。やはりエリカさんだ。非常灯の薄暗い明かりに照らされた顔は、驚きと焦りが入り混じった表情を浮かべている。斉谷さん、どうしてここに？エリカさんは、何かを抱えるように、両手を背後に隠し、罰が悪そうに目をそらした。その声は、心なしか震えている。いや、こっちこそ驚いたよ。もう誰もいないと思ってた。何してるの？俺が問いかけると、彼女はさらに動揺したように肩を落とし、まるで出口を探すように辺りを見ます。ちょっと忘れ物を取りに来て。隠そうとしたのか、ごまかそうとしたのか、言葉尻がはっきりしない。いつもは人当たりが良くて素直な彼女が、まるで何か秘密を抱えているような素振りだ。そうか、手伝おうか。どこにあるかわからないなら一緒に探すけど、申し出ると、エリカさんは勢いよく首を振る。大丈夫です。もう見つかったので。すみません。斉谷さんこそ遅くまでお疲れ様です。私これで失礼しますね。早口でまくし立てると、エリカさんは小走りで倉庫を出て行きそうになる。待って、エリカさん。本当に平気？思わず腕を伸ばしかけるが、彼女はさっと身を翻して、扉の向こうへ消えていく。ヒールの音すら気遣うように、足音を忍ばせて、廊下の奥に消える姿を最後に、俺は取り残されてしまった。こんな深夜にまで店に残って何をしていたのか。気になる疑問が渦を巻くが、今は追求のしようがない。もしかして、俺が何か嫌なことを言った？いや、思い当たる節はないし、そもそもあんな時間まで彼女がここにいるなんて。複雑な思いを抱えながら、俺は厨房の消灯を確認し、静まり返った店内を歩く。一体何があったのか。彼女が抱えているものを、いつか話してもらえる日が来るのだろうか。そう考え出すと、どうしても胸が落ち着かなくなる。けれど、今は彼女の気持ちを尊重するしかない。それがほんの数分であっても、何か彼女なりの事情があったのだろうから。翌朝、俺はいつにも増して、慌ただしく店へ向かった。ラ・サクラのエントランスには白川さんが待っていた。彼女から、今日も店舗運営の打ち合わせがあるから、営業前に少し時間をもらえる？と、念押しの電話があったので、いつもより早めに店入りしている。おはよう、斉谷くん。実は今日も少しバタバタしそうなの。先方からの追加要望があって、あちらのスポンサー担当者とオンラインで会議することになったのよ。それと、一息ついてから、オーナーはその声を潜めて言葉を続けた。実は、伊佐店長がこの後話があるって、なんだか嫌な予感がしてね。話ですか。俺の脳裏に、ここ最近の店長の不満げな姿が浮かぶ。店長として長年店を支えてきたプライドがあるのだろうが、オーナーが俺にばかり注目し、実質的なメニュー開発も権限も、すべてこちらに集約されている状況に、どうにも我慢ならないようだ。まあ、あれだけ露骨に俺を嫌っているし、何を切り出されても不思議じゃないかもしれません。俺がそう言うと、視線の先に店長が姿を見せた。険しい表情のまま、俺とオーナーを見つめている。話があります。すぐ目の前まで来た店長は、単刀直入にそう切り出す。打ち合わせの前に少しだけ時間もらっていいですか？皆さんにも聞いてほしいことがありますんで。わかりました。じゃあ厨房に集まりましょう。キッチンの中央に全員が集まると、バタバタと動いていた調理器具や仕込み手順が一時ストップし、一瞬張り詰めた静寂が生まれる。それで伊佐さん、話って何でしょう？オーナーが促すと、店長はムッとした表情で視線を俺に投げ、次にオーナーへ向き直った。俺、店を辞めます。スパッと音を立てるような宣言に、スタッフから、という驚きの声が上がる。エリカさんも目を丸くして、まるで耳を疑うかのように店長を見つめていた。なんでそんな急に？
オーナーが戸惑いながら問い返す。話せば長いですがね。いろいろと考えました。引き止めたって無駄ですよ。もう俺の中で答えは決まってるんで。その堅くなな口調から本気の決意だとわかる。厨房のスタッフたちも動揺を隠せない様子だった。でも。店長急すぎるんじゃ。口々に心配や疑問の声が上がる中、店長は思い詰めたように口を結び、少し間を置いてから宣言する。俺は競合店に行きますよ。黒峰がオーナーをやってるアンフィニ・ノワールって店があるんだ。そこからスカウトを受けた。条件も悪くなかったしな。途端にキッチンの空気が凍りついたように感じる。競合店。しかも、黒峰匠の店に移る。ちょっと待ってくださいよ。なぜ、よりによって黒峰のところに。俺が思わず問いただすと、店長は眉間にシワを寄せ、少し噛みつくように言い返す。どうしてだって？あんたが来てからろくなことがなかったからだよ。俺が長年この店を守ってきたってのに、急にやってきた伝説のシェフ様のせいで、店の注目は全部そっち。俺の存在は蚊帳の外だ。オーナーもスタッフも、もう俺を必要としていないんだろう。そんなことは、白川さんが否定しかけるが、店長は言葉を遮るように声を荒げる。言い訳なんか聞きたくない。俺はもう決めたんだ。あっちで働いて、このラ・サクラよりも、はるかに格上の店にしてみせる。今の俺にはそれくらいの意気込みがあるんだよ。店長の表情からは嫉妬や悔しさが滲み出ている。俺が裏方のアルバイトとして潜り込んだ当初は、店長としての威厳を保とうと横暴に振る舞い、俺を見下していた。だが、俺の正体がバレて以降は、ますます肩身が狭くなったらしい。オーナーが俺を信頼しすぎるあまり、店長のプライドは限界を超えてしまったのだろう。店長、そこまで言うなら、引き止めても無駄かもしれませんね。白川さんは悲しそうに目を伏せる。あなたが長年、ここを守ってくれたことは事実。だから、急に出ていくなんて言われたら残念だわ。残念ね。俺のことなんかどうでもいいくせに、よくそんな白々しいことが言えますね。どうでもいいだなんて、イサさん、あなた。オーナーが言いかけたその時、店長は思い切り声を張り上げる。そんな上辺の言葉はいらない。俺はもう行くんだ。一気にまくし立てられて、白川さんも口をつぐむ。しかし、彼女の瞳は鋭く、決して、ただ悲しんでいるわけではなさそうだ。何かを見極めようとしている気配がある。確かに、あなたがいなくなるのは痛手ね。でもそれ以上に、私にはもっと残念なことがあるの。イサさん、あなた、うちの内部情報を競合店に漏らしたわね。突如として放たれた衝撃の問いかけに、スタッフ全員が息を飲んだ。まるで時が止まったかのような凍りつく空気。店長も、何をと動揺をあらわにする。レシピや仕入れルート、メニュー改定のプランまで、最近外に広まりすぎている。偶然にしてはタイミングが良すぎるし、内情を知るものでなければ漏らせない情報がかなり細かく出回っているのよ。オーナーの声は冷静さを失わず、それでいて責め立てるように低く響く。俺も思わず耳をそば立てる。それに、黒峰匠の動き、私も把握しているわ。どうやら、打倒ラサクラと鼻息荒く、フレンチ業界で新たな展開を狙っているようね。そこにあなたが加担していたとしたら、筋が通ると思わない？そんなの、ただの憶測です。店長は明らかに焦り始め、視線をあちこちに泳がせる。周囲のスタッフたちも衝撃を受け、誰一人として言葉を発しない。憶測かどうかはわからない。でも、少なくとも私たちの社内資料や新プロジェクトの概要が漏れたのは事実だわ。あなたが競合店に行くと突然言い出す。その前後から妙にタイミングが合っているしね。白川さんは悲しげな表情を浮かべつつ、その奥には確固たる意志を宿しているように見えた。ねえ、イサさん。もし本当にラ・サクラを辞めるとしても、それはあなたの自由。でも、もし内部情報を売ったりしていたなら、それはもう法的な問題に発展するかもしれないわよ。何のことかさっぱり。第一証拠はあるんですか？俺が情報を漏らしたなんて言われても、そんな証拠どうせないんでしょう。店長は必死に白を切ろうとする。確かに、今のところ俺も、店長が確実に情報を漏らした。
と断定する決定的な証拠を聞かされてはいない。オーナーもおそらく状況証拠を積み上げて疑っているだけかもしれない。証拠。そうね。まだ私の手元には決定打になる証拠はないわ。でも、こんな状態で黙って見過ごすわけにもいかない。あなたには誠意ある説明をしてほしいと思ってるのよ。その時、不意に背後から男の声が聞こえた。へえ、俺のこと噂してます？随分と楽しそうじゃないか。思わず振り向くと、そこには長身の男、黒峰匠がいつの間にか立っていた。シックなスーツに身を包み、その佇まいからは、成功者ならではの余裕がにじむ。聞けば、料理界ではラ・サクラと並ぶほどの名店をいくつも展開し、投資や経営の手腕を高く評価されている。ただ、その名声に比して、どこか強引にも映るアプローチがあり、周囲との摩擦を厭わないという噂も絶えない。だが、本題を前にしては、ひょうひょうと微笑みながら、すべてを制するような空気を放つ男だった。白川さんの表情が一瞬で険しくなる。黒峰さん、なぜここに？オーナーが低い声で問いかけると、黒峰は肩をすくめ、薄く笑った。なぜって？そんなの俺の自由だろ。お前らこそ、俺のことを勝手に噂してるようだから、ちょっと見に来ただけさ。それにしたって、桜ってのは憶測で物を言うのが好きみたいだな。黒峰はにやりと薄笑いを浮かべながら、店長へ視線を向ける。で、イサ、お前、白川さんに何か疑われてるみたいだが、情報漏洩だとか、裏切りだとか、ずいぶん派手に騒いでるじゃないか。店長は苦々しそうな表情でうつむくが、黒峰が横に立つだけで、まるで自分が守られたかのように、少しだけ胸を張った。黒峰さん、すみません。こっちは証拠もないのに、勝手に騒いでるだけなんです。俺は別に何も。わかってるさ。お前が変なことをするやつじゃないって、俺は知ってるからな。黒峰は、相槌を打つように店長の肩を叩く。白川さんよ。あんた何か勘違いしてないか？証拠もないのに、イサが情報を漏らしたと決めつけるのは筋違いじゃねえの？そういうのを憶測って言うんじゃないのか？煽るような口調に、さすがの白川さんも表情を曇らせる。店全体が息を飲んだまま静まり返る。オーナーは怒りを抑えるようにして、黒峰をまっすぐ見つめ返した。確かに、まだ決定的な証拠はないわ。けれど、不自然な一致が多すぎるのよ。あなたのところが、うちの新メニュー構成や仕入れ先をやたらと知っているのはどう説明するの？黒峰は鼻で笑い、まるで、そんなの知るかという態度だ。うち？俺の店のことか？うちは優秀なスタッフが揃ってるし、情報収集のアンテナが高いだけさ。桜がどう進化しようが、いち早く察知して対策を立てる。ビジネスってのはそういうもんだろ。言い分としては到底納得できるものではないが、黒峰はあくまでも合法的な範囲で情報を手に入れた、と主張しているに過ぎない。それとも何か？俺が店長を丸め込んで、おたくらの機密情報を盗んでる、とでも言いたいのか？証拠も出せないのに、そんなことを大声で叫んでたら、逆に訴えられかねないんじゃないか？黒峰の挑発に、白川さんの拳がぎゅっと握りしめられるのがわかる。私たちは、あなたが裏で暗躍していると確信しているわ。そして、イサさんがそこに加担している可能性は高い。店を思うからこそ、私はそれを見過ごすわけにはいかないの。オーナーの一生懸命な表情に、俺も胸が痛む。その時、エリカさんが小さく手を挙げる。ホールの片隅に立っていた彼女が、震える声で、絞り出すように言った。証拠ならあります。空気が一気に張り詰める。エリカさんの言葉に、黒峰は挑発的な目を細め、イサはぎょっとした顔でエリカさんを睨んだ。白川さんも驚いたように彼女の方を振り向く。エリカさん、何か知っているの？はい、まだ不確かな部分もあるんですけど、私聞いてしまったんです。お祝いの夜、シャンパンで乾杯した後に、イサさんが誰かと電話で話しているのを、最初は偶然だったんですけど、聞こえてくる内容があまりにも店の革新的な情報で、声を詰まらせながらも、エリカさんはそこにいる全員の視線を受け止めるように言葉を継ぐ。その瞳には戸惑いと覚悟が入り混じった光が宿っていた。
次のプロモーションはこうなってるとか、仕入れルートはどこそことか、具体的すぎるくらいに話していました。そして、奴がいない隙にやらなきゃダメだとか、白川が持ってるプランを先回りして潰すとか、最初は夢でも見てるのかと思ったんですけど、これは明らかに、うちの情報を外部に伝えているってことじゃないかと。そこまで聞くと、イサは青ざめた顔でエリカに飛びかかりそうな勢いになった。お前、何を勝手に言ってるんだ。そもそも、その電話相手が黒峰さんだって証拠はどこにもないだろうが。自暴自棄に近い怒声が店内に響く。だが、エリカさんは顔をしかめつつも、一歩も引こうとしない。その後ろ姿は震えているけれど、意志の強さをはっきりと感じさせる。黒峰は、嘲笑するように口の端を歪め、首をすくめてみせた。へえ、なるほどな。うちの情報収集力が優秀なのは、偶然じゃなくて、桜からのリークが原因ってわけか。まあ、仮にそうだったとしても、それは店長なる人物が勝手にやってることで、俺には関係ないだろう。あの時の会話を録音しました。全部じゃないんですけど、途中からスマホの録音ボタンを押していて、声が雑音混じりではあるんですが、店長が黒峰さんと呼んでいるところや、ラ・サクラのメニュー内容まで具体的に話している部分は、しっかり残っています。日付と時間も入っているので。その瞬間、イサはしまったという顔をし、黒峰は目を細めながらイサを軽く横目に睨んだ。黒峰、店長は無意識に黒峰をそう呼んでいたのかもしれないが、これで電話の相手がほぼ特定されてしまう。おいイサ、お前、余計な尻尾を出しやがって。黒峰は舌打ち混じりにそう言うと、イサは血の気が引いた表情で、懸命に頭を下げる。すみません、黒峰さん。でも、こんな奴が録音なんてしてるなんて知らなかったんですよ。自分はただ、もっと楽に稼げる方法を教えてほしくて、新メニューの配合とか、ちょっと教えてしまえば、それでうまくいくはずだったんです。その醜い弁解を聞いて、周囲のスタッフは一斉に顔をしかめる。人望も何もかも失った男が、今更懸命にもがいている様子は痛々しい。黒峰は吐き捨てるように冷笑し、イサをあしらうように手を振った。私はずっと悩んだんです。でも斉谷さんや白川オーナー、そしてみんなが一生懸命頑張っている姿を見たら、見過ごすことなんてできなくて、店長の電話を聞いた時は本当にショックでしたけど、もし何かできることがあるならやらなきゃって。震える声でそう打ち明けるエリカさんに、俺は胸が熱くなる。彼女はまだ若く、見習いシェフとしても日々奔走している立場だ。それでも、この店を守りたい一心で、証拠をつかみ、勇気を振り絞ったのだ。まあいい。この程度で俺がどうこうなるわけじゃない。あくまで裏を取られただけの話だ。だがイサ、お前は使えないどころか、いらんトラブルまで持ち込んだな。もう俺と一緒にやる気があるなら、もっと賢く立ち回れってんだ。黒峰さん。力なくつぶやく店長に、黒峰は冷たい視線を浴びせかける。その横から、白川さんが毅然とした声で口を挟んだ。ここまではっきりと録音がある以上、イサさんがうちの機密情報を漏らしたことは確実ね。そして、その相手が黒峰さん。あなたであることも明らかになったわ。どうこうなるわけじゃないですって言ってくれるわね。黒峰は鼻で笑いながら言い返す。俺は何も違法行為はしていないと言ってるだけだ。電話を受けたとしても、メニューの情報があろうとなかろうと、ビジネスというのは自由競争だろうが、裁判でも起こすか構わないが、こっちも黙ってはいないぞ。いくらでも切り札はあるからな。オーナーの拳は震えている。俺は静かに口を開いた。皆さんに一つ伝えておきたいことがあります。全員の視線が一気にこちらへ集中する。黒峰が肩眉を吊り上げ、なんだよと吐き捨てるように言った。俺は、もともと裏方のバイトとしてラ・サクラに入ったわけじゃありません。ご存知の方も増えたので、改めて言いますが、フレンチ界を中心に、いくつかの飲食事業を展開してきた、斉谷勝馬です。言葉と同時に、周囲の視線がさらに熱を帯びる。今や店の大半が、俺の正体を知っているとはいえ、黒峰と対峙するこの場で、改めて口に出す意味は大きい。相手も当然わかっているだろうが、わざと冷ややかに鼻で笑った。
だからどうした？有名シェフなら有名シェフらしく、料理でも作ってりゃいいんじゃないのか？俺に威張る権利なんかないだろ。そうですね。俺は本来、料理を通して人を幸せにしたいと思ってきました。あんたが、俺をこの業界から追い落とそうと画策するまでは。黒峰、覚えているか？海外進出を視野に入れていた俺を、裏でスポンサーごと乗っ取ったことを。黒峰の眉がビクリと動くが、すぐに表情を取り繕い、肩をすくめる。さあな。人聞きの悪い言い方をするもんだ。ビジネスの世界じゃ、そんなの普通だろ？普通ね。けれど、俺はここ数年、あんたの普通がどれほど多くの人の人生を踏みにじってきたか、ずっと見てきました。俺個人に対する妨害だけじゃない。ここ、ラ・サクラのオーナーやスタッフを揺さぶって、情報を盗み取るような真似までしている。昨日まで、証拠が不十分だったから踏み込めなかったけど、エリカさんやオーナー、そして他のスタッフが頑張ってくれたおかげで、ようやく裏付けが取れ始めています。俺の言葉を受け、黒峰は舌打ち混じりに視線をそらしながら、どこか居心地悪そうに立ち回る。しかし、すぐに強引な態度を戻し、にやりと笑う。へえ、証拠ね。一体どんな裏付けを集めたつもりなんだ？あんまり大口叩くと、痛い目に遭うのはそっちだぜ。その威嚇めいた小姉に、スタッフの何人かが息を飲む。オーナーもなお、拳を震わせているが、口を開くより先に、俺は静かにスマホを取り出し、画面を黒峰の方へ向けてみせた。例えば、このメールのコピーだ。俺が海外のスポンサーとやり取りしていた時、あんたが割り込んで、いつの間にかスポンサーを自分のそばへ引き込んだ経緯がそのまま残ってる。文面におかしな表現が増えてるところなんかは、明らかに編集や改ざんが行われた後だ。しかも、この件に関しては、当時の関係者も、あの時はおかしかったと証言してくれている。それくらいじゃ、ただの言いがかりだろ。俺は誰に何を頼んだわけでもないかもしれないじゃないか。黒峰はなおも突っぱねるが、その声には微妙な揺らぎが感じられる。オーナーが少しだけ前に出る。それくらいではないわ。斉谷さんのメールだけじゃない。うちの法務担当が調べたところ、あなたが伊佐店長とやり取りしていた口座の動きにも不審な点があった。ラ・サクラの仕入れやメニュー開発の情報をそっくり売り渡した見返りに、何度か小口でお金が動いている形跡があるわよね。あ、一瞬、黒峰の表情が曇る。やはり、金の流れはごまかしが聞きづらい。そこを突かれると、いくら黒峰でも厳しいはずだ。どうだ？まだ切り札があるって言われるか？俺は低く、静かに問いかける。黒峰ははがみするようにうなり、店内を見ます。そばにいる伊佐は神戸を垂れ、もはや敵対どころか、味方にもなれずにただ縮こまっている。スタッフたちは、一連の事実を知って、怒りや嘆きをにじませながらも、ラ・サクラの結束を示すかのように並んでいる。はっ！なかなかやるじゃないか。けどな、こんなの本物かどうか証明できなきゃ無意味だ。法廷へ持っていくなら勝手にしろ。俺はそうやすやすと首を差し出すつもりはない。黒峰は虚勢を張りつつも完全な余裕を失った様子だ。いいよ。それなら裁判でも起こせばいい。この店にはエリカさんが録音した通話のデータもあるし、俺がずっと集めてきた過去の資料もある。オーナーが動けば、あんたの関係先は真っ先に手を引くだろう。悪評が立てば、経営に影響が出るのは当然だ。黒峰は、舌打ちを隠しながら、オーナーと俺、そしてスタッフたちを忌々しそうに睨みつける。くそ！それ以上の言葉を吐かず、黒峰はスーツの襟をぐいと直す。つい先ほどまでの勝者然とした態度は見る影もない。俺はその姿を静かに見つめながら、この数年来の因縁を噛み締める。追い出された側だった俺たちが、今こうして店を守るために歯を食いしばり、結束し、証拠を積み上げて迎え撃っている。ここは、料理を愛する人間が集まった場所です。商売である以上、競争は不可避でも、卑怯な手段で誰かを貶めるやり方なんて許容しません。もし黒峰、あなたがこれ以上手を出すつもりなら、本格的に裁判で決着をつけましょう。白川さんの声は震えながらも強く響き、エリカさんの瞳にも確かな決意が浮かんでいた。スタッフたちはみんな静かな闘志を称えている。どこまでやれるか見ものだな。黒峰は吐き捨てるように言い残し、
キビスを返す。重苦しい沈黙がホールを支配するが、その背が遠ざかるにつれ、俺の胸には奇妙な充足感も湧き上がってくる。何かが崩れ落ちる前触れを黒峰自身が悟っているようにも見えたからだ。あれからしばらくの時間が流れ、ラ・サクラはすっかり日常を取り戻していた。俺のスキャンダルをでっち上げた黒峰は、法的措置と業界からの信用失墜によって事業の大半を手放し、あれほど威勢を張っていた影すら見ることがなくなった。どうやら海外への逃亡を図ろうとしたものの、スポンサーやパートナー企業から次々と契約を切られ、資金も尽きかけているらしい。結局、黒峰の野望はすべて瓦解し、今では噂すら立たないほどに、業界の表舞台から姿を消してしまった。おかげで、過去に俺を不当に追い出した取引先たちも、ようやく真実を知り、いろいろ誤解していた。と、謝罪の連絡を入れてきた。俺の名誉が回復するにつれ、以前から持ちかけられていた海外展開や新規投資の話も少しずつ再燃している。店の経営面だけでなく、俺の天才シェフとしての信用もようやく取り戻されつつあった。黒峰の妨害が消え去った今、ラ・サクラは以前にも増して客足が伸び、予約が殺到していた。メディアに取り上げられることも多く、新しい挑戦が次々に実を結ぶ流れが生まれている。そんなある日、店の入り口から足音が聞こえてきた。閉店後の時間帯だというのに、誰だろうと思い振り向くと、意外な顔がそこにあった。イサさんだ。彼はすっかり痩せ細った顔で、しかし、どこか晴れやかな眼差しをしている。白川さん。皆さん、勝手に来てすみません。もうお出入り禁止なのは分かってます。だけど、どうしても伝えたくて。スタッフが緊張した様子で状況を見守る中、イサさんは深々と頭を下げた。俺は、あなた方にとんでもない迷惑をかけてしまった。情報を売り、黒峰と手を組もうとした自分がいかに愚かだったか、身に染みて思い知りました。確かに店を追われて、何もかも失いました。だけど、才能があるからといって、人の努力を妬み、卑怯な手段に走ったことがどれほど罪深いか、初めて気づかされました。俺のせいで店もスタッフも大変な目にあった。本当にすみませんでした。そのまま土下座しそうな勢いで頭を下げるイサさんに、白川さんは複雑な表情を浮かべる。しかし、以前のような激しい怒りではなく、どこか静かな同情も入り混じっているようだ。あなたの裏切りは事実よ。店の信用を傷つけたのも事実。だけど、もし本気で悔いているなら、自分の力で人生をやり直してみなさい。ラ・サクラには戻れなくても、あなたのやれることはきっとあるはず。イサさんは唇を噛み、小さくうなずいた。はい、絶対にもう二度とこんな過ちを繰り返さない。もう一度料理人として出直したいと思います。自分なりの償いと決意を少しでも伝えたかったんです。そう言うと、彼はキビスを返して夜の闇の中へと消えていく。誰も言葉を発しないまま、少しの沈黙がホールを包む。しかし、不思議と重苦しさはなかった。むしろ、すべての誤解や裏切りが整理されて、新しい一歩を踏み出せるような空気感があった。イサさんのわだかまりも消えたわけではないが、彼が改心の道を歩もうとするなら、それはそれで望ましいことだ。ますます繁盛するラサクラの一日が終わったある夜、俺はホールで一息ついていた。そこへ、軽やかな足音とともに、白川さんがやってくる。斉谷くん、いたいた。ちょっといい？まっすぐこちらを見ながら、その凛とした表情を柔らかい笑みに変えた。また一つ商談が決まったわ。これも黒峰がしたことが、ちゃんと世に出て、あなたの誤解が解けたおかげね。あれだけ証拠を揃えてもらったおかげで、私はうちの店も、あなたも守られた。改めて礼を言わせてちょうだい。彼女はそう言って、書類の束をひらりとさせながら、俺に微笑む。いえ、白川さんこそ、あの時俺を信じてくれたから、動くことができました。エリカさんも協力してくれましたし。そう答えると、白川さんは穏やかな表情を浮かべ、エリカさんの肩に視線をやる。ほんと、大活躍だったわね、エリカさん。いえ、そんな、私、ただ店を守りたくて、一生懸命になっただけです。むしろ、いつも斉谷さんに助けてもらった側ですから、だからこそ、
私なりに何かお返しがしたかったんです。そう言って視線を落としたエリカさん。そのひたむきさや優しさがいつも周囲を救ってくれる。ありがとう。でもあんな危険なことまでする必要はなかったんだ。録音とか相手を刺激するような行動は正直リスクも大きいし、本当に怖かっただろ？確かに怖かったです。でも、斉谷さんがいつだって私に優しく声をかけてくれたから、私救われてたんです。だからこそ、何か私にできることはないかなって思ったんです。彼女の目が潤んでいるように見える。俺はそっと息をついて言葉を選ぶように続けた。エリカさんは俺なんかよりずっと勇気があるよ。正直、あの場面で声を上げなかったら、店も俺自身も傷つき続けるだけだったかもしれない。ありがとう。本当に助かった。そう告げると、エリカさんはうつむいたまま、か細い声で言葉を続けた。でも、私の気持ちが重かったら言ってください。二人の仲を裂こうとか、そういうつもりはありませんので。その一言に思わず首をかしげる。二人って？エリカさんは、ますます恥ずかしそうに目を伏せてしまう。斉谷さんと白川さんです。お二人、なんだか特別な関係なのかなって思ってたんで。一瞬、何を言われたのかわからずに固まってしまったが、すぐに全容を理解する。どうやらエリカさんは、俺と白川さんが、そういう仲だと勘違いしていたらしい。ちょっと待って。それは完全に誤解だよ、エリカさん。白川さんとは仕事の話をする機会が多いだけで、あの人は俺の、ただのオーナーで、ビジネスパートナーのようなものなんだ。それに、そこまで言いかけて、後ろから声が飛んできた。私既婚者よ。残念だけど。振り返ると、いつの間にかそこに白川さんが立っていた。クールな美貌を保ちながらも、どこか楽しそうな微笑みを浮かべている。既婚者？そうだったんですか？目を丸くして驚くエリカさん。その顔は恥ずかしさで真っ赤だ。白川さんは肩をすくめつつ、さらりと言葉を紡ぐ。プライベートは表に出さない主義だから、あまり人には話してないわね。ごめんなさい。勘違いさせちゃったかしら。エリカさんは慌てて手を振りながら首を振る。いえ、こちらこそ勘違いしてすみません。そうだったんですね。本当にごめんなさい。俺も苦笑しながらエリカさんに声をかける。だから気にしなくていいんだよ。そもそも俺は白川さんと特別なことなんて何もない。お客さんの満足度をどう上げるかって一緒に考えてるだけだ。そう言うとエリカさんはほっとしたように息をついた。頬の赤みが少しずつ引いていく。そうだったんですね。勝手に思い込んじゃってすみません。でもよかった。最後の方は小声になってしまったエリカさんを見て、白川さんは上機嫌にくすっと笑う。まあ、斉谷くんもなかなか魅力的かもしれないけど、少なくとも今のところは仕事一筋だから、ね。まるでからかうようにウインクする白川さんに、俺は何とも言えない照れくささを感じた。余計な誤解は解けたものの、エリカさんがどんな思いでこんなことを言い出したのかを思うと、胸がほんの少しだけ高鳴ってしまう。ひとまず、彼女の不安が消えたならそれでいい。そう胸の内でつぶやきながら、俺はエリカさんと顔を見合わせ、ぎこちなくも微笑み合った。夜の厨房には、バターの香りとスパイスの匂いがほんのり漂っていて、少し前まで感じていた張り詰めた空気が嘘のように和んでいた。俺が守りたいものは、こうして日々を重ねる中でさらに増えていく。料理を愛する心、仲間を尊重する絆、そしてほんの少しのときめきも。きっと明日も新しいドラマや挑戦が生まれるに違いない。そう思うだけで今日の疲れよりも希望が勝る。俺はわずかな静寂の中で高揚感をかみしめながら、さあ次はどんな一日が待っていると自問するのだった。